皆さんこんにちは、ゆうすけハニビーです。よろしくお願いします。私今32歳なんですね。20代大体もうほとんどニューヨークで、生活してたんですよね。酸いも甘いもね、めっちゃ経験したと思うんです。本当にもう自信持って言いますけれども、ニューヨークのいいところ悪いところどちらもお届けできたらなと思うので、見ててほしいなって思います。まずね、ニューヨークどんな街ですかって聞かれた時に、まず最初にお伝えしたいのは、もう世界で唯一無二の街だと思うんですね。多分今800万人とか、もう新しい数字私キープアップできてないのでわかんないですけど、多分それぐらい住んでるんですね。もう人種もバラバラ、もう民族もバラバラ、文化もバラバラみたいな、バックグラウンドが違う人たちが同じ場所でもうこうぐわってこう凝縮されて住んでるっていうような街なんですね。なのでもうその時点で世界にそんなニューヨークのレベル、同じレベルで多様性がある街ってどこあるんやろって思って考えた時に、私の小さい脳みそではあんま考えられなかったんですよね。9年間ニューヨークに住んでた時も、アメリカっていう国に住んでるっていう感覚よりはニューヨークっていう世界に住んでるっていう感覚の方がすごい自分の中では強かったです。ニューヨークって経験を積むって意味では最高な街だと思ってるんです。っていうのも、私20代の22の時にニューヨークに引っ越して、もうその時もう左も右もわからないようなね状況でね、貯金もないしどうするみたいな感じだったんですけど、20代ずっとね日本に今までも住んでたとしたら絶対に会わなかっただろうなっていうすごい人たちとかにも本当に会えたなって思うんです。今思い返してみるとね、今でも私の人生の中で連絡を取ってる友人とかね、知人とかね、いろいろ考えた時に、やっぱニューヨークに住んでた時に培った人間関係がすごい生きてるなと思ってて、仕事の面でもなんか日本やったらこんななんか面白い仕事できてなかったらやろうなみたいなこともいっぱいありますし、でそれを通してね今の自分を培ってくれる経験をね得れたので、本当にそれは感謝だなと思ってるんです。20代って経験にお金を使いましょうってね、なんかまあいろんな人が言ってると思うんですけど、私も本当にその通りだなと思ってて、20代の時に経験してなかったらいつするんですかって、30代の時もできますけど、20代の時が一番吸収力ね私的にはあると思うので、20代の時にニューヨークに住んでたっていうのは私の中で一番大きいところかなって思ってます。ニューヨークって世界中からいろんな人が来ては出てって来ては出て行ってっていうその人の流れがすごい街なので、考え方が違う人もいっぱいいるし、見た目が違う人もいっぱいいるし、どんな人でも居場所をね見つけれる街だと思うんですよ。ある程度その自分の中でそうコミュニティを広げていこうとか、仕事を見つけようとか、学校を頑張っていこうとか、なんかそのなんかモチベーションをね、その努力を続けたら絶対に自分の周りに人はね多分集まってくると思うんですよ。友達を通してとか、レストランに行ってとか、バーに行ってとか、イベントに行ってとかでいろんな人に出会うわけですよね。でそれで出会って、なんかこの人なんか変わってんなーっていうね、自分ももう多分変わってる方やと思いますけども、私から見ても変わってんなこいつみたいな人でも友達とかいるわけですよ。変わり者でも絶対に他の変わり者を見つけれる街なので、孤独な気持ちにあんまりならない街かなって思いました、私が住んでる中では。恋愛に関してもちょっとお話したいなと思うんですけど、このストレート、ゲイ、バイ、レズ、もうそういうのもう LGBTQIA も関係なく、もう人がいっぱいいるので、自分が性的にとか興味を持ってる相手を見つけるっていう意味では全然困ることない街だと思ってるんです。でもまあそれでね、出会うことが簡単でもその深い意味でつながれるかっていうのはまた別の話だと思うので、大都会だったらどこの都市も大なり小なり同じだとは思うんですけど、やっぱデーティングプールがねすごい大きいと一人の人と出会いました。でもそういう人といい人だなと思っても、なんかそのもっと見た目がいい人とか、もっとお金稼いでる人とか、他にもいっぱいデートの候補者がいるんだったらもっと上を目指せるんじゃないかっていうね。ニューヨークはやっぱもう世界からイケメンとか美女とかがいっぱい来るわけなので、なんかそれで感覚が狂ってなかなかその交際までたどり着かないっていうのは私も個人的に経験したことがあるので、そこに関してはまあちょっと難しいとこもあるかなとは思うんですけど、とは言ってもやっぱり出会いの数っていうのは本当にめちゃくちゃ多いと思うので、ニューヨークのいいところもう一つかなって思ってます。
あとね、交通の面でね、もう一個ね、お話ししたいことあるんですけど、ニューヨークって、特にマンハッタンは地形がね、そのブロックごとになってるので、例えばその横の道路がストリートで、縦の道路がアベニューっていう感じなんですけど、それでこうバーってそのブロックごとになってるので、そのあんま迷うこともないっていうのと、歩いて結構どこでも行けるんですね。私も昔やってましたけど、もう本当にアッパーウエストサイドからもうローアーとか見るものがいっぱいあるので、全然ね苦痛にならないっていうのもねニューヨークのいいところだと思います。歩いてる時にニューヨークのね醍醐味をね感じれると思うんですよね。車とか電車とかでね移動してると、その目的地までのその空気感を常に感じることにね集中してないと思うんですよ。でも歩いてたらやっぱりもう自分のね足を使ってねコト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 こ歩いてるでしょ。全身全霊をかけて歩いてますよね。目の前に起きることをもう全部もうこうブワーってもう100% の集中力をかけて見てるわけですよね。人間歩いてどこにでもね行けるっていうのもねいいとこだったなと思ってます。あとはやっぱニューヨークってグラマラスなねところだと思うんですよね。セックスアンドザシティとかそういうショーをね見たことある人だったらわかると思いますけど、もうほんとレストランもすっごいでっかいもうおしゃれな空間にあったりとか、ファッションもブワーっともう本当にエレガントでもう優美な格好してる人とかね、特にメットギャラとかもね、世界でもう一番でかいイベントっていうのがもう何個も起きるわけじゃないですか。ニューヨークイコールグラマラスみたいな方程式がねもうあるぐらい、その面ではもう世界一と私は思ってます。ニューヨークのいいところいっぱいお話ししてきましたけど、完璧な街では絶対にないです。なので今から悪い面、私的にあんま好きじゃなかったなっていう面をねお話ししていきたいなって思います。まず高すぎる。マンハッタンで一人暮らししたいとか、そんなね無謀な夢を持ってる人はまず自分の銀行の状況をね確認してください。ワンルームのスタジオとかで多分場所にもよると思いますけど、$4000とかも本当にザラに全然ねある。そこがもう最低ラインみたいな、お金持ちの人しか住めないんじゃないのっていうぐらいのもう家賃のバカ高さです。本当に私たちみたいなね凡人がニューヨーク住みたいって思ったら、よっぽどラッキーな人以外はねルームシェアじゃないとねなかなか厳しいですよね。ルームシェアでも毎月$1000くらい、日本円で多分10万から15万円ぐらい払わないといけないので、結構厳しいところありますよね。高いのね家賃だけじゃなくて、レストランのまずメニューの値段が高い。パスタで$30、日本円で何です多分4000とか4500円とかで、そこにお酒とかも飲んで、はいお会計お願いしますって言っても1人1万円超えるなんてもうザラにありますから。本当に安いレストランもいっぱいありますけれども、まずそのベースが高いですね。やっぱチップも払わないといけないし、私がニューヨークに引っ越した時は何もサービスに問題がなければ15%払ってくださいねみたいな感じだったんですけど、もう今はもうそのコロナのこととかもいろいろもう情勢が変わりすぎて、インフレとかね 20% がスタンダードみたいな感じになってます。でそこにねセールスタックスね消費税かかるでしょ。もうそれ多分9% ぐらいですけど、だからもう普通にレストランで食べるだけでメニューの 1.3 倍ぐらいの値段を払わないといけないっていう計算式になります。予算管理本当にスキルしっかりしてないと、ニューヨークはもう本当に危険な街だと思います。悪いところ2つ目としては、企業カルチャーが強くなりすぎてるなっていうのをすごい私もう住んでる時日に日に感じてて、ニューヨークのどこ行ってもなんか主要なエリアに行ったら例えば何ですか、マクドナルドがあって、シェイクシャックがあって、ルールレモンがあってみたいな、そのコーポレートの大大きいブランドのお店を見ることがすっごい増えて、ローカルの小さい例えばカフェとかレストランとか服屋さんとかなんかそういうのをねすごいね見る機会が減ったなって思うんです。私ニューヨークってそのアーティストが住む街で、クリエイティビティにね溢れてる街だなって私住む前は思ってたんです。周りの人を見てもね、私が9年前に引っ越してきた時はアーティストとかクリエイティブなお仕事をしてる人とかね結構多かったんです、周りにね。その時はねまだ家賃とかもねまだ払えるぐらいの金額だったと思うんです。でももうコロナとか経て大企業で働いてる人周りを見渡せばもうみんなそんな人たちばっかみたいな。私はブルックリンの
のブッシュウィックっていう若者が多くてアーティストが多くてみたいな、本当にグラフィティが街中にいっぱいあってみたいな感じの街に住んでたんです。でも最後らへんになると綺麗な住宅ビルみたいなのがもうバーっていっぱい周りに立って誰かに会おうとするじゃないですか。それでなんか仕事のね、何してるんですかって話したら、インスタグラムで働いてます、フェイスブックで働いてますみたいな、そのなんかもう大企業で働いてる人がブッシュウィックに引っ越すぐらいの時代になったのみたいな。悪いところ3つ目お話ししたいんですけど、やっぱね、人がね多すぎる。もうほんとどこ行ってももうなんかもう人がいないっていうことがまずないです。朝起きて今日はゆっくりしたいな、週末でも仕事疲れたな、一人でゆっくりしたいなと思って、とりあえず近所のカフェにコーヒー買って公園でも行くかって思うとするでしょ。もうどこ行ってもカフェもパンパン、公園もパンパンみたいな、もうほんともう人が多すぎるともう息苦しくなりますよね。たまには人間ハイジみたいな感じでもアルプスの高原でもみたいな、なんかもう本当にもう自然と一緒になりたいみたいなことしたいじゃないですか。ニューヨークではそれできないんですよ、本当に残念ながら。もう本当にコンクリートジャングルなので、9年の最後らへんはもう人多すぎて人疲れしたみたいな。もう一つお話ししたいんですけど、やっぱ人が多いと自分に集中することがしづらくなるっていうか、これすごいなんか表現が難しいんですけど、他人を見る機会がいっぱいあるとね、他人に集中、その意識がいくじゃないですか。この人はこういう人は、あの人はああいう人やみたいな。それで止めれればいいんですけど、例えばね、私みたいなたまにネガティブのエンジンがもう爆発する人からすると、あの人はこんなに綺麗な顔を持ってて、こんな綺麗な見た目をしてて、あの人はこんな綺麗な家に住んでた、自分に持ってないものを思い出させられるっていうのもなんか潜在的にね、私結構ニューヨークにいる時感じたなーってね思います。あと皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、ニューヨークマジでもう臭いし汚いしうるさいしで、もうトリプルコンボがやばいんですよね。それを考えないね日がねマジでないです。もう外出たらもうゴミもう道中に散らばってるし、もうくっさい、もう夏場とかねもう特にもうやばいです。サブウェイの駅とかもなんかもうしょんべんの匂いがもう充満してるとか下手したらもう全然あるし、ひどい時だったらね本当にサブウェイの中でねもう人糞見たことありますからね。座席の上に人糞乗ってましたから、もう出来たてほやほやの湯気出てましたからね。本当人叫んでるし、もう怒鳴り声も聞こえるし、車のクロクションも聞こえるし、耳潰れるって感じになりました。本当悪いところ4つ目、どこ行っても不便。日本人からしたらもう不便すぎてもう話にならん。日本人ってねやっぱ便利さに慣れてるじゃないですか。日本の皆さんコンビニの神さにね気づいたことあります？海外行ってください。もうコンビニの神さ泣きたいほどもう本当に私はコンビニが欲しいです今アメリカに。例えば Tinder でなんか男と出会ってワンナイトしたいみたいな、でもコンタクト液もないし歯ブラシもないしどうしようみたいな時に、日本だったらコンビニ行ったらもうコンタクト液もあるし下着もあるしもう T シャツもあるし歯ブラシもあるし何でもあるじゃないですか。もし下手したらもうコンドームもあるでしょ。もうニューヨークは本当に不便でした。もうサブウェイも常になんかどっかの線路止まってるとか時間通りに来おへんとか、時刻表っていう概念がまずねないので、もうそこに頼らないところからねニューヨーク生活は始まるんですけど、その不便さもね若い頃はね楽しいんですよ。もしくはニューヨークに引っ越したての頃、ある程度ニューヨークに住んだら不便さ可愛げなくなってくるんですよね。理由のない不便さはいらない。もうなんかしんどいだけやから。アメリカだとどこの州どこの町に行っても日本レベルの便利さっていうのは多分ないと思うんですけど、いろんなところでのね不便さが結構最後らへんは目についてるなっていう気がします。いっぱいお話ししちゃいましたけれども、ニューヨークはもう悪いところもいいところも含めて素晴らしい街、唯一無二の街、グラマラスな街というね結論にね持っていきたいなと思ってるんですけど、もし本当にニューヨークに引っ越してみたいと思ってるのであれば、もうぜひ引っ越してみてほしいなって思います。たとえニューヨークに引っ越して自分には合わなかったなみたいなねことがあったとしても、その経験はねあなたの中で生きるわけなので、もう絶対後悔しないと思います。ぜひ、怖がらずに勇気持って一歩踏み出してほしいなって思います。もしよかったらチャンネル登録と応援よろしくお願いしますよ。では皆さんバイバーイ。